とゆうちゃんっていうのもね。はいはい。それまでよろしくねって言ってたので、はい。ある意味ちょっと宙ぶらりんだったんですけど、もともと手伝いから始まったので、はいはい。ミックス生命の指導。ですけど、お、超取り寄せちゃった。今はねすごい撮ってる。渡されたと思うんですけど。そうですね。はい。今撮ってるんですか？今ちょっとねこういうのを撮っていこうかな。いやでもあの瞬間お客さんと見れたらいいですね。いいですね。なかなかねもうねこの先あるからないねないことかもしれないからですね。大逆転の時もちょうどお客さん入ってバーってみんなで。答えたいと思います。うめうめ。愛を限らない男。どっちなんやろうかって思いながらね。僕のことは覚えとるたよか。今日めっちゃお見合い写真をね、撮ってくれるって。いやあれやっぱねこうねえみこさんの絵の写りが本当に綺麗なのよ。ああ、前テレビ局が来た時も母を中心でしたもんね。まあまあまあねややつね。っぱりえっちゃんなんよ。あ、昨日髪の毛切らなきゃ。14年。12月おおクリスマス。これほど母乳もひいばあちゃんの母乳を小学校1年生まで飲んでたって。ひいばあちゃん。だから荒田じいちゃんの奥さん。は4代目はおっぱいが好きで、ずっいはい。ともう飲んでたって言ってました。まあこう言っちゃなんですけど絶対出ない。出たらしいんですよ。ずっと飲むから。はで、からしとか塗っても飲んでたらしいんですよ。言ったね。言ったね。それを思い出したとか。甘えん坊で。でもずっとね。いはい。なんかいいっすねこれは。じゃあよく夫婦と生まれとったもんね、あなたたち。パンも美味しいしね。まだ食べようとね。もうねえみこさんぐらい元気なおばあちゃんはもう日本の宝やからね。宝物を食べようって。いいよって言われたり。でもね。まだ好きだったんですよあれ。文学部。なんか心理学なんか学んだっていう。なんか学んだって。そんなとこから心理学ってあったんですね。あ、どうかな。だから自由には育ててもらう、のびのびとは育ててもらいましたね、じいちゃんのおかげで。何もやったもんね。植えて、皆さんに花見してもらって、ね、やってましたね。で、チコちゃんに言ってた、あ、すごいなと思って。だから川には桜が多いんです。あ
津だからとか人が集まるようにしてるらしくて。もう作っては壊れて作っては壊れてたらしいですね昔。なんかそういうのを計算に入れてるかららしいからですね。頭いいですよね。すごいですよね。根がずーっといくらしいですね、桜は。だからそんなでだいぶなんか土砂災害とかすごい減ったらしいですけど。バランスですね、なんか。それじゃないけど、人がきちっといろいろしてくれるし。それは喋るけどあんま動かないし。ちなみになんですけど、はい、ちょっと聞きたかったのが、はい、こちらってもう57年なぐらいやられてらっしゃるじゃないですか。はい、で、2代目さんって東洋軒さんじゃなくて、締めの三洋軒さんで修行されたとですかね。って言ってました。はい。えっちゃん、そうよね。えっちゃん。えみこちゃん。えみこちゃんどこ行きました？なんかちょっと離れてるのかな。それを知ってれば母なので、そんな風に言ってました。だから結構ね、味なんかもなんか結構三洋軒さんの味とかにも結構似てるのかなっていうなんか食べた印象もあったとですけど。そうかもしれません。はい。そうですね。うちの父2代目が、だから初代が中国から引き上げてきたんですよね。で家族全然引き上げて、でいろいろ大変な中、就職して父親2代目は国立大に行ったんですよ。よく旧大の卒業証書を昔その時の旧大ってめっちゃすごくないですか？その時の旧大はもういやだって今もすごいけど、その時の旧大ってもう頂点の方でしょ。もう本当にどうなんですかね。でも社会に合わなかったらしくて、一匹狼みたいな感じで、就職するけどすぐ辞める、喧嘩して辞めてくるらしくて、それでどうしたもんかと思った時にうちの父のお姉さんがいるんですけど、それこそ事故でご主人を亡くされて3人子供を育てて証券会社に勤めてたんですよ。その三洋軒の大将が大変だから、ラーメン屋さんでもせんねって言って、お姉さんに声がかかって、でその時にその話がうちの父親が社会に合わないから、旧大での国立大のラーメン屋さんって面白いんじゃないかって言って行ったってのは聞きました。すごいっすね。ね、だってもう本当に多分あれですよ。本当にその当時の旧大とかってね、もうあれでしょう。もう今の国立大学とかっていうよりもまたレベルがね、多分まただと思うんですよ。60年ぐらい、60年以上前のお話で、それでその旧大でラーメン屋さんをしようと頑張ってる人がいるっていう、なんか噂になって頑張ってる人がいるって言って、なんかここのお店なんか材木屋さんかなんかだったのを、ここでしないかと話をしてっていうのを1ヶ月前に聞きました。誰からですか？親戚から。親戚から。うちのお父さんの6人兄弟なんですけど、一番上のお兄さんが今年亡くなったんですよ。90いくつで。で、そのやり取りでそういうね、親戚の方からそういう話だったよってのを聞いてばっかりですか。そんな貴重な話をね、よかったですね、聞いといて。そうですね。昔は本当に旧大での卒業証書をここに飾ってたから、皆さんよくそれ覚えてるみたいで、卒業証書はってよく言われるんですよ、今でも。でもなくしました。信じられないでしょ。で、再発行頼もうかとか言ってるんですけど。いやなくしたのはちょっと痛いね。そうなんですよ、ないんですよ。もうね、やっぱり人にとっての価値ってやっぱね分かんないから。再発行してもらえるんじゃないですかね、本当は。まあもらえるのかも分かんないですけどね、言ったらどんなんか分かんないですけどね。何せもう60年前？60年前でしょの話でしょ。まあだからちょっと分かんないですよね。30年前の話ですよね。そっか。
ないんですよ。どう探してもないんですよ。うわー出てきてくれたらいいですけどね。ないですね。はい。へえ。そうですね。今日は何時に起きられたんですか？ないかなっていう感じ。前はめっちゃ飲んでたんですけどね。え何せとしてね。え。朝方は気持ちいいですよね。そうですね。まあね、あれはあれで味があったとですけどね。味がありすぎますよね。まあまあまあ、老人型というかね、夜早く寝て朝早く起きる純粋な老人型。何時頃寝られるんですかっていうことは。だからね、まあ10時過ぎにはもう寝たいかなっていう感じ。健全ですね。まあそっちの方がね、なんかカメラマン的には楽っていうかね、あんまり夜そんなに撮影入ったりとかしないんで、ただね、朝早くは結構アウトですよね。ああ。じゃあお仕事柄そんな風になったって感じですね。まあでももともとっていう感じですかね。これって内装はあれかな、もう結構やっぱ広くなったとですかね。なんかコロナ禍ってだいぶ広くなったとですかね。この中ですか。はいや変わらないです。そんなには変わらんとですか。はい。見えるかもしれませんね。そうですね。なんか広くなった感じがあって、まあそのね明るくなっったからかもしれないですけど。前はちょっとガシャガシャしてたので。まあね、あれはあれで味があったとですけどね。味がありすぎますよね。まあまあまあ、この改装とかせん限りは。まあ57年8年にしてはまあまあ頑張ってるということでお願いしてます。
あんたいないとおばあちゃんがって皆さん聞かれます。それ下やねん。はい、いいね。はい。まあいろいろねいろいろとっとかんとね。これです。あ、はーい。なんかね、ほんとふと予定外で、あ、じゃあ撮りましょうかぐらいの感じだったのに今日はね。いや、写真のことは前から言われてて、はいはいまあ、自分はその専門じゃないから、はいはい。の中でしてもらってたんですけど、はいはいわかるみたいですね。さすがにまあそう。はい
で少し少なめでいいっていう正午半。割にいろんなとこから出るとですね。
緊張するからねもうでもねもうずっとお店を支え続けてこられたからねおばあちゃんがね長らくもうそら何十年って何十年になるかな。そうですねもうでも今はねもうお孫さんのゆうさんが今ね、お店やってくれてるからね多分今やっぱお話聞いてたらねやっぱりおばあちゃんがいないとゆうさん後継いでないかもしれないって言ったからねやっぱりまあ田んぼとかは一緒だからそうですねまあ久子さんのあれもあれだけどねおばあちゃんにとってはちょっと聞こえづらいかもしれないんですけどゆうさんってどんな人ですかおばあちゃんにとってはちょっと聞こえづらいからやっぱテレビからね今おばあちゃんずっとゆうさんとお仕事しててどうですか毎日もう赤文とからずっと一緒おるからそうですよね感じで孫やなきゃ子供と一緒やもう孫も子供多いしまあでもね久子さんもずっとねお店一緒にやってるからね今久子さんとゆうさんと手伝ってくれるからねでもね久子さんが言う分にはなんかねもう本当におばあちゃん一人でもやるかもしれんって言ってたから今ずっと3人でやられてね疲れますよね3人で入るよりもやっぱりいいですもんねまあそうですよねもうだからねもう本当にもうえりこさんとかはもうずっとお店がある時だからもう50年60年近くお店ずっとねやられてるとかそうですよね最初からだからですねすごいですねもうずっとねお体も健康でそうですねだってねもうずっと見てたらねもう本当キビキビ動かれるからねよくしてられるんですよまだねずっとこれからねゆうさんとね久子さんとずっとお店ねずっとやっていかれるからね楽しみですよねねまたねひ孫ができんかどうかっていう気使わんでいいからね孫に子供やからそうですね威張ったっていうかわかりましたすいませんありがとうございます話でもないんでね、まあでももう呼んでね久子さんで3代目そうですねだからですねちょっとなんかもう本当にもうその時でもやっぱりさっきいろいろ言われてたみたいにねおじいちゃんからねお父さんからいろいろ歴史あってのもんなんでですね、いろいろとあれだったと思うんですけどやっぱりもうその時からえりこさんがずっとえりこさんはもうずっとお店叩いてたんですよねずっと最初からねだから2代目がお見せするときにおじいちゃん初代が、退職金を全部出して、一緒にオープンをしてくれたみたいで、初代と2代目は一緒にまあでもね実のお母さんというかね、あれだからですねあれですけどねえみこさんはもうなんかどんな存在ですか久子さんにとって。やっぱ中心であり、要ですよね。そうですね。ずーっと守ってきてくれたので、お店をもう母がいなかったらもうお店はとっくになかったと思います。そうですね。ちょっとさっき伺ったらね、やっぱりそのしげるさんの気象とかもいろいろ多分あられたんだろうなと思いはするんですけど。もう今みたいに飲食店が多い時代じゃないので。当初出前もやってたらしい、やってたんですよ、多分私たちがちっちゃい時があったら、ものすごい忙しかったんですよ。もうそう覚えてます。もうお客さんなんでこんなに来るなんてぐらいもう全然相手もしてもらってなかったし、でもう一軒お店があった時があるんですよ。2軒になったこともあって、それも結局母がずっと守ってくれたので、もう実務は、どうです飲食店ってなんか子育て中の家庭がもう一個あるようなもんじゃないですか。終わりがないから、それをずっとやってくれてたので、
やっぱすごいなと思います。そうですね。まあやっぱりこう今の時代から考えると想像を絶するようなところとかもね、やっぱりいろいろあるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ本当にもうね、おばあちゃんあってのものだとは思うんですね。はい。まあ息子も多分おばあちゃんだから手伝うってなったと思うんですよね。まあそこはちょっと本人に聞かないといけない。ゆうくんそろそろ焼き豚上がるかな？うん。まだ大丈夫かな。まだね。ちなみにまあじゃあせっかくなんでゆうさんに関してはどうですか。あ、ゆうくん？はいはい。あ、ゆうくんまあは。息子さんっていうか。いやよくやってくれてますよね、やっぱ。やりたかった仕事じゃなかったはずなんですけど、まあおじ2代目が体調悪くなって、帰れなくなった時に手伝ってそのままっていう形になったので、よく。あ、はい。まあでもゆうさんとかはね結構急に4代目とかっていう感じになっちゃったからいろいろ大変だったと思うんですけど、バタバタとした感じ。まあそうですね。やっぱりその結構前からっていうかもともとは継ぐ意思っていうのはどんな感じだったんですか。その時あったんですか、お店的には。いやもともと小さい頃は全く継ぐ意思はなくて、まあそれはそうですね、20歳前後になってもそうだったんですけど、まあ2代目が亡くなって、まあ3代目も亡くなって、っていう時にまあそうですね、おばあちゃんとどうしていくかってなった時に、まあその継ぐ、まあ腹をくくるじゃないですけど、そうですね。ちなみにやっぱりね、結構ずっとおばあちゃんが支えてこられた店だと思うからですね。ちなみにゆうさんにとってはもうおばあちゃんってどんな存在ですか。やっぱりもうね、結構ゆうさんっておばあちゃん子だったりされるんですか。そうですね。絶対怒られたこととかないでしょ。まあほぼないですね。ですよね。もう本当にもうおばあちゃんにとってもね、ゆうさんがその時はね、やっぱりもう宝物みたいなもんだからですね、やっぱり。でもその後にやっぱりね、お母さんの久子さんがずっとね、またその後いろいろとずっと支えてこられたと思うんですけども、やっぱりそれはそれでやっぱりかなりずっと大変だったんじゃないかなと思うんですけどね、まあそうですね、いろいろと。久子さんはゆうさんにとってはどんな、もう実のお母さんだからあれなんですけどね、またちょっとおばあちゃんとはまたちょっと違った感じになると思うんですけど。まあそうですね、自分のできないことをいろいろ代わりにやってくれるかなとは。そうですね。またね、今後またね、あとはずっともうゆうさんが頑張っていかれるお店になってくるからですね、またね、まあ親子さん世代でね、またずっと頑張っていただきたいと思うんですけど。